こんにちは、アンナスです。今日は、コーチングステッチの話をしようと思います。コーチングステッチって私はあんまり使わないんですけど、いろいろ応用の仕方があったりとかするので、その応用編の話をしてみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。では、コーチングステッチの説明をしたいと思います。これは2023年の、4月の毎月の刺繍の図案なんですけど、ここですね。ここにコーチングステッチを使っているんです。このリボンの部分で、私はあんまりコーチングステッチって普段使わないんですけど、たまにリボンだけコーチングステッチ使うんです。こういっぱい留めるみたいな、実際やった方が早いですね。これ3本取りですね、多分ね。出してほぼ同じ穴に入れて、でリボンのサイズ残しておきます。だから自分がどういうリボンのサイズにしたいかっていうのはちゃんと下絵とかで設定しておいて、であんまりギュッと引っ張るとこうなるんで、ちょっとこう余裕をね持たせて、これだけでも全然このリボンのこれになるんですけど、1箇所か2箇所留めておきます。これでもいいです。これで1箇所だけ留めるとだいぶ安定します。だけどひし形になるので、もうちょっと丸みが欲しいなっていう時はもうちょい足す。私は多分ここの部分はこれぐらいでやっていると思うんですけど、もっとやるともっとカーブが緩やかになりますね。留めのステッチをどんどんこう入れていくと滑らかなカーブの丸になっていきます。こんな感じで、ここは直線でもいいかな。で、今回黒だったので、そんなに同じ糸で、3本取り、今ちょっと2本取りなんですけど、3本取りの糸で3本取りで留めてっていう風にもうちゃちゃっとやってしまったんですが、結構コーチングステッチって何でも使えるんですよ。例えばこういう茎とかの部分も糸を渡しておいて留めのステッチを入れておけば、それでこのカーブができたりとか直線ができたりとかもするんで、そういう私はあまり茎とかには使わない線の刺繍はアウトラインが多いんですけど、コーチングステッチにも使えます。ただコーチングステッチで押さえておきたいポイントっていうのは、糸を渡しますね。で留めのステッチを入れていくんですけど、この本命真ん中に渡したい糸っていうのは太い方がいいです。でこの留めのステッチは細い方がいいです。目立たないからね。なので例えばこれが6本取りで、こっちが1本取りか2本取りとかにしておくと、留めのステッチが目立たないので、茎とかそういう部分でコーチングステッチ使いたいなっていう場合はこういう組み合わせにした方がいいです。だからこう、6本取りで例えばこういう茎を刺繍したいなっていう時があれば、これでそうですね、ちょっとこうカーブをつけたいみたいな時はこうやって、これ2本取りですね。でこの渡してるのは6本取りで、この6本取りは最後玉留めせずにちょっとこうやって置いておいた方が
調整しやすいかもしれない。それでどんどん間を埋めていって、私ちょっとあんまり上手じゃないからここがへこんじゃいましたけど、カーブの時は真ん中止めて真ん中間って感じですけど、直線の場合は端から止めていくといいですね。でこういう感じでちょっとここがへこんじゃったんで、本当はこういうのはやり直した方がいいんですけど、今説明だからちょっとこれで置いておきます。という感じでいろいろ何でも線の刺繍使えるんで、例えばこういうピクニックの文字とかもコーチングステッチでやっても問題ないと思います。なので好みでいろいろ使い分けてみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。